はいどうも、ゆっちーチャンネルです。当チャンネルはレクサス関連のあれこれを自由気ままに毎週配信してますので、レクサスに興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。今回はレクサス NX350H バージョン L を1年間所有してみての満足度を細かく項目別で評価・考察していきたいと思います。現在 NX 購入検討されて見える方の多少なりとも参考になればいいなと思っております。評価していく項目なんですが、1つ目、外観のデザイン。2つ目、乗降性、いわゆる乗り降りのしやすさってやつですね。3つ目、内装デザインと質感。4つ目、パワートレイン。5つ目、ドライビングフィール。6つ目、安全性。7つ目、インフォテイメント。8つ目、快適性、利便性。最後、9つ目が燃費性能と、全部で9つの項目で細かく評価していきたいと思います。採点は上から S、A、B、C の4段階評価でいきたいと思います。で、なぜ評価をアルファベットにしたかというとですね、別に分かりやすさでいけば有料化とかでもよかったんですが、私は昔からアニメが結構好きでして、別にね、オタクってわけではないんですけど、皆さん悠々白書ってご存知ですか？昔は結構人気があったアニメなんですけど、最近だとですね、ハンターハンターとか聞いたことある方も多いんじゃないですかね。ハンターハンターも悠々白書と同じ作者が原作されてます。ちなみに、富樫義弘大先生です。そして、大先生の奥様はなんと、セーラームーンの原作者という、もうね、ヒット作を世に生み出すヒットメーカー夫婦なんですよ。それで、その悠々白書だと妖怪の強さを表す等級がアルファベット表記だったんですよね。S 級は文句なし最強みたいな。ちなみに、トグロ弟は B 級妖怪でした。C 級はもう雑魚妖怪ですね。でね、話がめちゃくちゃ脱線しそうです。とにかく今回は当チャンネルらしくこの4段階評価でやらせていただきたいなと思います。もちろん評価軸は私判断ですので異論は認めます。一応各等級ごとに100点満点中おおよそ何点なのかはご覧の通りとなっていますので参考にしていただければなと思います。楽しみながらね、見ていただきたいのでそこまでシビアにならずゆるい感じでやっていきたいと思います。また、現 NX オーナーの方が見えましたら、ぜひコメントで皆さんの所有満足度を教えていただけると幸いです。では、早速ですが、NX 納車から丸1年、リアルオーナーズ評価やっていきましょう。一つ目、外観のデザインについてです。これはね、もう文句なしで S をつけていいと思います。私的にはもうこれはね、雷前級ですね。かっこいいですよね。NX の外観デザインって、個人的に周りからの評価も結構いいんですよね。家族や友達、職場でも皆さんかっこいいねって言ってくれます。気使ってね、言ってくれてたら、かなり恥ずかしいんですけど、そこはね、ちょっと一旦置いといて、レクサスってスピンドルグリルも印象的なんですが、私的にはヘッドライトのデザインも好きなんですよ。昔からこの L マークっぽいデイライトのデザインとか、上質で洗練されてるんだけど、鋭さも感じさせてくれるデザイン。そして三眼ヘッドライトが夜間見ると迫力ありながらも少しね、やんちゃな印象も感じさせてくれる。普通にね、かっこいいと思います。キリッとした目力のあるヘッドライト形状はマジで活かしてるなって感じてます。ボディ形状もスポーツ SUV っぽくて躍動感あるデザイン。リアデザインもインパクト抜群な L デザインと一文字がうまく融合したコンビレンズ。これぞ都会派スポーツ SUV って感じだと思います。周りからの評判もいいんで、おのずとね、所有満足度も上がりました。未だに1年経過しても、毎度見るたびにかっこええなーって感じてます。以前コメントで亀みたいと言われたことがあったんですが、言われてみたら亀っぽいのかなとも思うし、でもそうなると LX のテールレンズももう亀ということになってしまいますからね。私の目にはそんな風には映りませんね。夜に見るとまた一段とかっこいいんですよ。自己満足で申し訳ないです。二つ目、乗降性、いわゆる乗り降りのしやすさなんですが、評価はというと A 判定とさせていただきます。
いや、普通に普段使いで使用する分には何の支障もないんですけど、お年寄り目線で言えば乗り降りしやすいとは言えないですね。特にね、後席ですね。私の祖母は障害者なんですけど、後席に乗ってもらうときはやはりね、乗りづらそうにしてます。もう少し後席ドアの開口部が90度近くまで開くともっと乗り降りしやすいのになぁと思います。以前所有していたスライドドアのミニバンの方が乗り降りしやすいわと言ってましたね。ミニバンだと、乗り込むときに B ピラー付近に捕まるところがね、あったので、それも大きな要因ではないかなと思います。ステップもね、1段ありますしね。ただ、健常者やお子様が乗り降りする分には全く支障ないかと思います。3つ目、内装デザインと質感の評価はというと、S と言いたいところなんですが、ここはあえて A 判定としたいと思います。S 判定とならなかった点としては、やはり助手席前のダッシュボード部のデザイン性が皆無であることと、後席センターアームレスト部のドリンクホルダー周りの質感が安っぽっちすぎること、幕レビを装着したとしてもスピーカー可色が付加されない。最近では共有パーツの使いすぎで NX ならではといった他の車種と比べてみても内装の差別化があまりなされていない。いい見方をすれば RX とそこまで質感に大差がないと言い換えることもできるんですが、RX こそですね、もっとね、高級感ある内装にするべきだと個人的には思います。以上が S 判定がつかなかった減点部分となります。レクサスは幕レビを装着してもスピーカーデザインに変更はありません。幕レビのロゴがつく程度で分かりやすい高級感を感じられないのが残念なポイントです。全体的に見ればドアトリム部やニーパッド、助手席グローブボックスなど全て配色が施されてますし、ドアトリム部のアクセントパネルもスミブラック調やダークスピンアルミなどで高級感やスポーティーさを出してて、そこはね、おしゃれだと思います。でも欲を言えば北米モデルで実装されているブラックプリズムとかも導入してくれたらなおいいのになぁとは思ってます。最近では三菱やマツダも内装の質感はレクサス顔負けとなってきてますので、さらなる質感向上は今後のフルモデルチェンジに期待したいと思います。4つ目、パワートレインに関してですが、判定はというと S 判定としたいと思います。これはね、間違いなく文句ないですね。NX はパワトレを4種類の中から選ぶことができます。それに加えてバージョン L、F スポーツ、ベースグレード、特別モデルのオーバートレイルなども選択できますので、様々なユーザーニーズに対して幅広く対応している車種だと言えると思います。これだけ豊富なパートレとモデル展開が存在しているからこそ、NX がフルモデルチェンジしてから3年経過しても未だに販売絶好調である理由なのかなと感じています。他のライバル車と比較してみても、クラスポではハイブリッドと PHEV の2種類となっていますし、ハリアーもガソリン、ハイブリッド、PHEV の3種類、アウトランダーは PHEV のみの展開しかありません。マツダの CX-80 ではディーゼルとハイブリッド、そして PHEV モデルの3種類となっています。ただ CX-80 はグレード展開がかなり豊富なので、様々な予算の方に幅広く対応しているのは NX と同じだと言えますね。これだけ見ても、いかに NX が豊富なパートレをラインナップしているのかがよくわかるかと思います。やはり売れ筋の人気商品ですし、モデルチェンジから3年経過し、もうね、熟成期に入ってきている感はありますね。5つ目、ドライビングフィールについてですが、こちらは A 判定としたいと思います。これは私が普段乗っている 350H に対しての評価となるんですが、いやね、普通に満足度高いドライビングフィールに仕上がっていると思いますよ。NX はもともとスポーツ系 SUV として開発された車種ですので、走りはキビキビした走りが楽しめます。ボディ剛性が高いため、曲がる際やカーブでもロールを感じにくく、ピッチングもそこまで気になりません。普段使いでは 2.5 リッターエンジンとリチウムイオンバッテリーで必要十分なパワーを発揮してくれます。
踏み込み時はどうしてもね、直4エンジンの、頑張ってる感っていうんですかね。そういった音が車内に聞こえてきてはしまうんですが、それを除けば車内の静粛性も高いですし、ハイブリッド車ならではの電動感あるリニアな加速感が味わえます。車重も1770キロと同じパートレを積んでいる RX350H と比較しても170キロも軽くなってますので、このパワートレと NX の車格と車重はもうベストバランスだなと思います。正直 RX350H ではいかにバイポーラ型ニッケル水素電池を使っているとは言っても、どうしても出足のもっさり感は見られますし、加速感もそれほどでもないなと感じてしまうんですよね。NX はそれでいて、燃費もリッター16から18は出ますので、経済的に見ても満足度高いのかなと思います。最近またね、燃料費が高騰してきてますよね。ハイブリッドの燃費の良さは本当にね、助かってます。6つ目、安全性の評価はというと、こちらも S 判定と、言いたいところではあるんですが、来年の NX 年次改良への期待値も込めた上で、今回は A 判定としたいと思います。A 判定とした理由なんですが、現在の NX はレクサスセーフティシステムプラスで実装されている全ての予防安全装備が装備されているわけではありません。もちろん基本的な快適装備であるプロアクティブドライビングアシストですとかアダプティブクルーズコントロール、レーントレーシングアシスト、フロントクロストラフィックアラート、アドバンストパークといった最先端の予防安全装備はしっかりと装備されています。しかしながら現行 LBX や RX、クラスポに搭載されているアドバンストドライブ、後方車両接近告知やセカンダリーコリジョンブレーキ、周辺車両接近時サポートといった機能は未だ実装されておりません。本音として言えば、まだ世に出てきていない次世代の予防安全装備が実装されれば、SS、もう WS 判定となって、より一層嬉しいことではあるんですが、現状では少なからず LBX で標準装備されている装備は全てつかないと S 判定とはなりませんね。7つ目、インフォテインメントについてですが、こちらも残念ながら現段階で言えば A 判定としたいと思います。その理由ですが、当チャンネルを日頃からご覧になっている方はもうわかるかと思います。以前配信したこちらの過去動画でもお伝えしたんですが、未だ NX ではフル液晶メーターやアドバンストドライブが採用されていません。ここが A 判定とした最大の要因となります。ヘッドアップディスプレイはしっかり装備されてますので、あとはフル液晶メーターが装備されれば、現段階のインフォテインメントで言えば、他のライバル車両と同等クラスとなって遜色ないなと感じられると思います。個人的にはフル液晶メーターはもう当たり前の装備として、レクサスであればさらに上を目指した装備、例えば AR ナビゲーションシステムやさらなる液晶メーターの大型化、助手席前への液晶モニター追加、ドライバーの好みによって運転に必要な情報を取捨選択できる、よりカスタム性の高いマルチインフォメーションディスプレイの開発を期待してしまいます。オートクルーズをセットしてしまうと、インフォメーションディスプレイの操作ができなくなってしまうのもできれば改善していただきたいです。こういった機能は可能な限りユーザー側に選べるようにシステム調整を図っていただきたいと感じます。せっかくタッチトレーサーオペレーションっていう次世代的な装備がついているのに、コマンドの割り振りができる代わりに一部使えない機能が出てきてしまっているのは実にもったいないなと思います。8つ目、快適性、利便性の評価はというと、こちらは残念ながら S 寄りではあるんですが、A 判定としたいと思います。後席装備だけで見れば RX のようにベンチレーションやサンシェード、トリプルゾーンコントロールエアコンなどは非装着となってはいるんですが、車両価格から見ればそれもね妥当な範囲だと感じますし、何よりも NX はその車両サイズ感が絶妙で、都市部であってもそこまで車両サイズを気にすることなく運転できます。言うなれば誰が運転しても運転しやすい車だということです。普段使いであればラゲージ容量も必要十分、後席を電動で格納することもできます。フロント席もシートヒーター、ベンチレーション、電動テレスコチルト、ハンドルヒーター、オートスライダーウェイ機能とか、
快適装備がてんこ盛りなんですよね。レクサスクライメートコンシェルジュ機能によってドライバーの状況に合わせてシステムが自動でエアコン関係を調整してくれます。また夜の運転ではアダプティブヘッドライトが装備されてますので、システムが自動で前車及び対向車の部分を遮光しながらそれ以外をハイビームで照らしてくれます。コーナリングランプも地味にいい機能だなと思います。欲を言えばDRS が実装されれば A 評価から S をつけてもいいのになと感じてます。あと、オートブレーキホールドにメモリー機能がないこと。これもね、地味に改善してほしいなと思います。他メーカーでは当たり前にできていることだったりしますので、技術的には可能だと思います。それと、後席ドアのハンドワ問題ですね。これもね、早急に改善してほしいんですよ。本体価格に転嫁してでもいいので、イージークローザーを標準装備にしてもらいたいです。そもそも後席ドアをもう少し重厚感あるドアに改善してほしいんですよね。フロントドアはかなり重厚感があって閉めた時もドンといい音がするんですけど、後席ドアは意外と軽いんですよね。抵抗感もそこまでなくて閉めるとパンってね、軽い音がしてます。この部分に関しては輸入車みたいにこだわって車作りしてほしかったなというのが本音ですね。そして最後になりましたが、9つ目、燃費性能の評価なんですが、これはもう先ほども少し触れたんですが、S 判定でいいと思います。もうね、読みレベルですね。とてもね、バランス感覚に優れた車だと思います。攻守のバランスがとても高いレベルにあるということなんですよね。燃料が廃屋仕様なのがネックではあるんですが、NX のハイパフォーマンスなエンジン性能をフル活用するためには仕方がないと思いますし、絶対に廃屋を入れなければならないというわけではありません。廃屋を入手できないときはレギュラーガソリンを使用してもいいと取扱説明書には記載してあります。ただ、メーカー的には常時レギュラーガソリンの使用は基本推奨してはいませんので、そのあたりはくれぐれも自己責任でお願いします。燃費も私が日常的に使用しててリッター16から18は出てます。高速使用すればもう少し伸びてきます。システム最高出力が243馬力あるスポーツ SUV として見れば十分な燃費性能ではないのかなと感じます。あと、燃費性能に入れてもいいのか微妙なラインではあるんですが、経済性という観点で言えば、レクサスケアメンテナンスプログラムも忘れてはいけません。2024年10月初めに解約されてしまったんですが、3年で3回のメンテナンスを無料で受けることができます。エンジンオイル、オイルフィルター、ワイパーゴム、エアフィルター、タイヤのローテーションとかですね。そういった交換を適切な時期に行ってくれます。購入から3年間自分で特に意識しなくても車両の管理を行ってくれるっていうのは本当にね、ありがたいなと感じてます。車両整備にかかる費用の持ち出しがいらないっていうのはもう経済的にも優れた付加価値ではないのかなと感じてます。ということで、今回は納車から1年経過したレクサス NX の満足度を当チャンネル独自の評価でお伝えさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。私としては全くもって購入して後悔はありません。むしろ買ってよかったなーってつくづく感じてます。現 NX オーナーの皆さんの満足度はどうでしょうか。 NX を買って満足されてますか？ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。当チャンネルはこんな感じでレクサス関連のあれこれを自由気ままに毎週配信しております。よかったらいいねやチャンネル登録で今後も応援してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。